訳あって実家に戻ってきています。こんにちは、ゆうかです。最近はお母さんが中国に帰ってて、お父さんが家で一人ぼっちなんですよ。家事とか農家のお仕事とか一人じゃいろいろ大変かなって思って、お手伝い兼お話し相手兼晩酌相手として最近は実家に戻ってきています。実は今日は一日お休みをいただいたので、せっかくなので私の地元を皆さんに紹介してみたいと思います。私の地元は静岡県掛川市っていうところなんですけど、皆さんご存知でしょうか。掛川市は静岡県西部にある自然豊かな町で、こんな感じで茶畑とかが多くてお茶が有名です。今の時期はビワがよく育ってますね。今日はパパクリも一緒なので、パパクリと一緒にいろんなとこを観光しに行きたいと思います。私、お母さんが中国人で日本と中国を行き来してて、1年の半分ぐらい中国にいるんですよね。で、最近ね、お姉ちゃんが今まで実家に住んでたんですけど、実家を出たんですよ。今まですごい実家が賑やかで、いい意味でも悪い意味でもすごい盛り上がってたんですけど、最近はめちゃくちゃ静かなんですよね。お父さんはプライドが高いから絶対に寂しいなんて言わないんですけど、もう明らかに寂しそうなんですよね。だから全然頼まれてないんですけど、私が勝手に実家に帰っていろいろ手伝ってます。掛川は結構こういう感じでお花咲いたりとか、すごい自然が豊かでリフレッシュされるんですよね。帰ってきて私も結構楽しんじゃってます。今日はパパクリッパでいろんなとこを回りたいと思います。掛川はこういう風に車じゃないといろんなとこ行きづらいんですよ。バスも一応あるんですけど、だいたいみんな自分の車を持ってこうやって移動してますね。実家にもう一台トラックもあるんですよ。パパトラ、オバトラもあるんですけど、それはマニュアル車なんですよね。私はまだマニュアルは未熟ということで、今日はいつも通りパパクリで移動します。一応1年半前くらいにマニュアル車の免許は取得済みなんですよ。でもそこからあんまり乗ってないから、ちょっともう怖いんですよね。今度マニュアル車の動画も撮ってみようかなって思うんですけど、ちょっと練習の期間をください。今日は一日お休みだったので、本当はゴロンして過ごそうかなって思ったんですけど、せっかくなので皆さんにね、こうして掛川をいろいろ紹介したいなって思って、今日はいくつかのスポットを回ろうと思ってます。掛川は新幹線でも実は止まるんですよ。新幹線のこだまが通ってるんですけど、こだまに乗った時はぜひ掛川に降りてみてぶらり旅してみてください。よく言われるのが、漫画のシュートの場所ですよねって言われます。で、私漫画のシュート知らないから、でも言われすぎて、あ、そうです、そこですって言うんですけど、読んだことはないんですよね。今は掛川駅付近を走ってるんですけど、まず最初はね、掛川と言ったらの場所に行きたいと思います。みんな知ってるかな？知ってくれてたら嬉しいな。じゃーん、掛川城にやってきました。掛川市民の小学生なら絶対に一度は遠足とかで来たことがある掛川城です。すごい10年ぶりくらいに来ました。綺麗でいいですね。もう小学生の頃はあんまり歴史に興味がなくて、先生の話を全然聞かずにいたので、あんまり分かってなかったんですよね。あの頃は近くの広場でお花摘みしたいなとか、今日の夜ご飯なんだろうなって考えていました。でも今なら分かりますよ。掛川城、約500年前に建てられたお城で、なんか景色を見渡すために将軍たちが高いところに登ってたみたいな小学校の頃に来た時は探検バッグっていうセットを持ち歩きながら来たんですけど、そこには歴史とか思ったことを書いたりする場所があるんですけど、絵を描くスペースがあったんですよ。でもみんなご存知の通り、私は絵が本当に下手で昔から描けなかったんですよね。なので絵よりも大きく吹き出しを描いていました。掛川城の他にもこんな感じでいろんな建物があるんですけど、その中でも私が一番好きな二の丸茶室に今日は行きたいと思います。今年の1月にここで王将戦があったらしいんですよ。すごくない？二の丸茶室の中はこんな感じになっています。
すごい本格的で緊張しちゃいますね。ちょっとお菓子になります。本日のお菓子ですけど、土日限定で若湯っていう麺のついたお菓子をご用意させていただいております。今の時期のものですね。はい。お抹茶は掛川の松下園っていうところのプンっていう麺のついたお抹茶で、無農薬の有機栽培のものを使用しております。どうぞごゆっくりお召し上がりください。ありがとうございます。とても姿勢が良くて、なんかありがとうございます。緊張してて。これ飲み方わかんない。なんか回したりするんですか？そうですね。お抹茶の場合はまずお菓子からいただいた後に、お抹茶は、手に取っていただいて、一応天杯といっていただきますっていう意味込みで礼をしてもらって、お辞儀してもらって、そしたら内側に正面を外すという意味で内側に2回回してもらって、何口かでお飲みいただいて、飲んだ後に飲み口を拭ってもらって、こちらのお返しっていう白い紙がありますけど、そちらにちょっと手拭いてもらって、そしたらまた正面に戻すので、逆にまたこの外側に2回回してもらって、で置いてもらってからお茶碗の拝見といって、こうお茶碗どんなお茶碗かなとか、拝見するのが一連の流れになります。はい、頑張ります。いただきます。はい、どうぞごゆっくりお召し上がりください。足とかも大丈夫ですね。崩してもらって。わかりました。ありがとうございます。どうぞ。お抹茶とかは初めてですか？前に一度来たことがあって、掛川市民なんですけど、そうなんです。小学校の遠足か何かで来て、その時に確か飲んで、すごい美味しかったのを覚えています。はい。掛川だと小学生でもこちらで体験とかありますもんね。そうですね。みんなでここ囲った記憶があります。美味しいです。甘さは結構こう見えて控えめで、中に餅みたいなのが入ってます。めっちゃ美味しい。これは抹茶と合いそうですね。やばい、上品に食べるの難しい。そしたら抹茶を飲んでいきます。抹茶は2回1、2って回して飲むそうです。なかなか渋くて美味しいです。そしたら飲み口を拭いて、でもう一回1、2、結構なお手前でした。めちゃくちゃ美味しかったです。美味しかったんですけど、すごい雰囲気は緊張しましたね。目の前がお庭ですごい景色のいいところを案内してもらったんですけど、景色も楽しめました。こんな感じで金額が510円だったんですけど、510円でこんな体験ができるとこなかなかないと思うので、ぜひ来てみてください。でもね、私小学校の頃に来たことがあって、その時に食べた和菓子がめちゃくちゃ美味しかったんですけど、本当にこの写真みたいな感じだったんですよ。今日は違ったから、子供と大人で種類が違うのかな、わかんないんですけど、いろんな種類の和菓子があるのかもしれません。次の目的地に到着しました。爽やか掛川インター店です。実は掛川城に行く前に受付を済ませていたんですけど、今日は90分待ちです。爽やかはいつも混んでて、だいたい1時間から2時間ぐらい待ち時間が発生してしまうんですけど、実は掛川はもう1店舗爽やかがあって、そっちの方が若干空いてる時が多いんですよね。おにぎりハンバーグを注文してみました。めちゃくちゃ美味しそう。爽やか、もう説明しなくても有名なので、皆さんもちろん知ってますよね。見てください。おー、うまそう。爽やかは FSSC っていうお肉の管理基準があるんですけど、その国際認証も取得していて、もうかなりちゃんとお肉を管理されているので、生でも食べられるくらいなんですよね。
さすがに生では食べないんですけどね。こんな感じでソースがデミグラスソースとオニオンソースがあるんですけど、私はミックスソースといって2つとも頼みました。ソースはお店の方にかけていただくこともできるんですけど、私は欲張りなので塩もかけたいんですよ。もう3種類楽しみたい。じゃあまずはオニオンソースからいってみようかな。それじゃあいただきます。爽やかなハンバーグ、うますぎる。これはもう混む理由がわかりますね。あ、やばい、乾杯ドリンク頼んだのに乾杯し忘れてました。それじゃあ地元掛川に乾杯。でも鈴木家はあんまり外食する機会がなくて、うちのお母さんが料理大好き人間なんですよ。だから夜ご飯は外食じゃなくて、もうほとんど家で食べてましたね。初めて爽やかに来たのは中学校の時の体育祭の打ち上げかな。その頃はげんこつハンバーグが看板メニューって知らなくて、その時はね全然ハンバーグじゃないがカレーチーズドリアみたいなのを頼んでました。だから実際げんこつハンバーグを初めて食べたのは高校生以来ですね。意外と最近だった。このハンバーグ美味しすぎて、このハンバーグが入ったハンバーガーとか食べたいですよね。ハンバーガーメニューってあるのかな。あ、なんかあった気がするな。そういえば前にお母さんが頼んでた気がする。ハンバーガーも絶対美味しいんだろうな。ごちそうさまでした。爽やかめちゃくちゃ美味しかったです。お腹いっぱいになって爽やかな気分。全然私に言われなくてもって感じなんですけど、本当に美味しいのでぜひ皆さん爽やか来てみてください。次の目的地に到着しました。掛川花鳥園。ここは約100種類600羽以上の鳥たちと触れ合えるテーマパークです。広い温室では一年中綺麗な花が咲いてて、天候を気にせずに楽しめるので、私もしょっちゅうお世話になっています。小さい頃は年パスを持っていたので、何十回何百回と来たことがあります。それじゃあ行ってみましょう。中に入るといきなりフクロウのお部屋がありました。この子は置物じゃなくて本物です。クロワシミミズク。やっほー。お、この子かわいい。なんかこっち見てない？おー、かわいいね。なんかあさっての方向を見てます。ここはペンギンさんのお部屋です。こんな感じですごい近くでペンギンを見ることができます。あ、すごい。こんな近くで触れ合えることなかなかなくない？かわいい。頑張って泳いでる。お、見て見て、顔出してるよ。おー、かわいい。すごい。おー、あ、すごい。大量のペンギン。歩き方がかわいい。室内に入るとこんな感じで、お花がめちゃくちゃ綺麗です。すごい。ここはさっきの爽やかから車で3分ぐらいで来れました。めちゃくちゃ近いので、爽やか行った後はぜひ寄ってみてください。あれ、なんか一匹仲間外れがいる。色違いだ。集団行動が苦手そうで、私みたいですね。この子は花鳥園の CM とかにも出演している大橋ですね。メインキャラクター。ディズニーでいうところのミッキーですね。めっちゃ可愛い。目も青いし、くちばしの色も鮮やかで可愛いですね。監視カメラかと思ったら監視鳥でした。大変なことになってる私。やばい。待って、ちょっと待って、やばい。あ、やばい。鳥肌立つ。可愛いんだけどゾワゾワする。待って、やばい。あー、やばい。ちょっと待って。ちょっと待って。
待って待って、それ痛い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 。ちょっと待って、ちょっとかわいい鳥。こんな感じで100円で1カップリンゴを買うことができるんですけど、リンゴを買うと鳥さんが止まってくれるんですよ。おいしい？おいしいか？よかったね。見て、めっちゃかわいい。結構至近距離で顔を見せてくれます。リンゴが100円でひまわりの種が200円だったんですけど、200円の方が鳥さんが寄ってくるよって言われたんですよ。でも全然このリンゴで寄ってきますね。みんなお腹を空かせて待ってます。なんか喋ってない？なんだって？あ、ちょっと取りにくい？ごめんね。はい。おねえ、そんないっぱいこぼさないで、これ高いんだから。これ200円もするんだからゆっくり食べてね。あ、お願い。もったいない。もうちょっと次のお部屋行くからさ、どいてくれる？ごめんね。大橋の部屋に行きたいんだ。どうしよう。次のお部屋に行けない。お、大橋も乗ってくれました。かわいい。すごい。大橋も手に乗ってくれるんですね。不思議そうに見てる。でも待って、この服じゃちょっと痛いな。長袖着てくるべきだった。痛い。いててててて。でも可愛い。最後はエミューの部屋にやってきました。この子たちこう見えて時速50キロで走れるらしいんですよ。私よりはちょっと遅いですね。エミュー、何やってるの？草食べてるの？エミューって走ると追いかけてくる習性があって、小さい頃は知らなくて逃げ回ってたんですよ。ずっと追いかけられててちょっと怖かったのを覚えてます。こっちついてきて。こっちこっち。来る。見てついてきた。あれ来てる。掛川花鳥園は小さい頃からよく来てたので、すごいエミュイです。間違えた。エモいですね。最後の目的地にやってきました。手作りパンとケーキ掛川アンデルセン。ここは50年以上愛されている老舗のパン屋さんです。私も小さい頃からここのパンを食べて育ちました。こんな感じでいろんな種類のパンが売られています。どれも美味しそうですね。そしてひときわ目立つのがこちらの掛川メロンパン。見て、掛川茶メロンパンだって。初めて見た。このメロンパンはすごく人気で1日1000個売れていて、多い日では3000個売れているそうです。私の分とあとお父さんの分も買って帰りたいと思います。じゃーん、アンデルセンのメロンパンを買って車に戻ってきました。久しぶりに食べる。いただきます。懐かしい味がする。美味しい。アンデルセンはもう掛川ではいろんなとこに売られていて、スーパーの中だったり道の駅だったり、あと学校にも売られてたんですよ。高校時代購買に売ってあったので毎日のように買ってたんですよね。メロンパンとか他にもバリバリチーズとかよく買ってましたね。高校時代のバイト代はだいたいアンデルセンに投資してたな。中にこんな感じでクリームが入っていて結構たくさん入っています。めっちゃ美味しい。メロンパンもよく食べてたんですけど、購買だったかな、スーパーだったかな、もういろんなとこで売られすぎてどこで買って食べたかあんま覚えてないんですよね。私の実家の周りは全然街灯がないので、この後は暗くなる前に家に帰りたいと思います。本当に街灯がなくて日が沈んだら真っ暗なんですよね。ちょっと今日が落ちてきたので危ない。早く帰らないと。無事に実家に帰ってきました。明るいうちに帰ってこられました。実家に帰ってきたら
お父さんが真っ黒な餃子を作ってました。お父さん、なんでこの真っ黒の餃子作ってるの？面白い。あ、ゆうかもね、お父さんにお土産買って帰ってきたよ。見て、アンデルセンのメロンパンあげる。好き？メロンパンあんまり好きじゃない、そんなこと言わないでよ、悲しいな。見てください。私前に動画でちらっと言ったことがあるんですけど、こんな感じで昔からお母さんが写真集を作ってくれてたんですよ。せっかく実家に帰ってきたので、私の写真集を紹介したいと思います。まずは2歳半の私こんな感じ。可愛くない？ 2 歳半の私。すごい泣き虫で甘えん坊でしたね。もうこの時から陰キャで、ずっとお母さんとお姉ちゃんの後ろに隠れてたんですよね。もう笑うのが苦手で、結構こんな感じで半泣きになって撮ってました。当たり前に全く記憶はないですね。じゃーん。これは6歳だったかな、七五三をちょっと早めて撮ったんですけど、こんな感じで中国で七五三をやりました。中国の衣装ですね。なんていうかわかんないんですけど、この格好をよくさせられたのは覚えてます。あ、この写真結構お気に入りだった。この写真が好きで、これ自分の部屋なんですけど、この部屋の壁に自分のポスター貼ってたんですよね。うわ、懐かしい。私昔子役のオーディション応募したことがあって、お母さんがこの写真を使って応募してたんだよね。うわ、懐かしいな。こんな写真で応募する人絶対いないから、どう思われてたんだろうな。これは多分10歳、小学4年生の頃の私です。じゃーん。ここまで来るとちょっと面影がある感じがしません？今とちょっと顔が似てるような。見て、めっちゃ私じゃない？これね、撮った記憶ありますよ。この時は写真撮られるのあんまり好きじゃなかったです。だからいつも早く終わんないかなって思って撮影してました。お、一番若い私出てきた。1歳半。1歳半の私どうなんだろう。もう食べてるか泣いてるかのどっちかですね。多分泣いたら食べさせてちょっと笑ってまた泣いての繰り返しで、めっちゃ撮るの難しかったと思いますちっちゃいな私。今ではこんなに大きくなりました。なんか実家に帰るとこうやって思い出振り返っちゃいません？私だけですか？卒業アルバムとかめっちゃ見ちゃうんですよね。おはようございます。めちゃくちゃすっぴんでごめんなさい。今日は朝から野菜の収穫をします。こんな感じできゅうりを育てているんですけど、まだサイズがちっちゃいですねあ、すごいいっぱい取れてるお父さん何その見せ方じゃーん、ありがとう。見て、面白い形のきゅうりそれまだちっちゃいですね。でも手で取れそうじゃん。これで聞きやなまで。おい、ありがとう。よし、じゃん、収穫できました。ここはうちの畑なんですけど、他にもナスとか、あと里芋とかインゲンも育てています。家のすぐ横なんであんまり全部映せないんですけど、こんな感じでね、お父さんが全部管理しています。でっかいきゅうりゲットズッキーニかと思った。すげえ。あ、これダメなの？狭いの？間隔が？へえ。なんでこんな近く植えたの？お父さんがやったの？あ、ママね本当だ。難しいね、農業って。間隔とかもあるのか。へえ。今日はきゅうりをたくさん収穫しました。問題です。私が収穫したきゅうりはどれでしょうか？正解はこのデカきゅうりでしたこれはちょっと食べれないんですけど、可愛いので取っちゃいました。こんな感じで、日によってはトマトだったりナスとか他の野菜もあるんですけど、今日はきゅうりだけです。ということで、引き続きこれからも実家でお父さんの野菜の収穫とかいろいろ手伝っていきたいと思います。
ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。バイバイ。お父さんバイバイしてカメラにバイバイ。見て見て、しんちゃんの横顔みたいじゃない？眉毛で目真っ白で可愛い。お、振り返り美人だ。おいしい。お、落とした。お、もう一匹来たぞ。やばい、モテ期来たかわいい。すごい鳥使いになった気分。やばい。何匹いるこれ。私小さい頃に頭の上に鳥の糞を落とされたことあるんですよ。今日はしないでね、お願い。ちょっと待って、荒らされてる。やばい、食い荒らされた。やばい。ねえ、食い荒らしすぎ。やばい。